はいどうも OK です。今回はね、アーモンドクリームを作っていこうと思います。材料はこんな感じです。概要欄の方にも貼っておくので見ておいてください。ということで、いきましょう。言わなくてもわかると思うけど、バターは絶対常温に戻しておけよ。この動画のバターは戻しすぎてちょっとだけ汁出ちゃってるけどね。ほんじゃバターを軽くほぐしてもろて、グラニュー糖を一気に入れて、白っぽくなるまで混ぜていきます。材料が許すんであれば、グラニュー糖よりも粉糖の方がいいですね。粉糖の方が馴染みやすくて滑らかな食感になるのでおすすめです。このアーモンドクリームって別の名をクレームダマントって言うんですけど、このクリームもね、めちゃめちゃ汎用性高くて、このクリームをね、タルトに敷いて、そのまま絞って焼いたら、フルーツタルトの土台とかにもなりますし、このアーモンドクリームをパイの中に入れて、そのまま焼くっていうお菓子もね、たくさんあります。PTBA とかがいい例ですかね。ちなみにこの完成したアーモンドクリームにカスタードクリームをね、いくらかの割合で入れてあげると、クレームフランジパンヌっていうクリームに進化しまして、このアーモンドクリームちゃんの社会的地位が向上します。このグラニュー糖にもよるんですけど、どうしてもね、粒子が粗いとね、これでしっかり混ぜてもどうしても粒が残っちゃうんですけど、それは仕方ないです。そういうもんです。諦めましょう。はい、白っぽくなってきたんで、次は卵を入れていきましょう。で、この卵の中にもう先にあらかじめラム酒混ぜちゃいましょう。言わなくてもわかると思うけど、卵も絶対常温に戻しとけよ。マジでよ。これもキンキンに冷えた卵入れちゃうと、バターですから、キュッキュッってなっちゃうんで、ダマができやすくなっちゃいますよね。どちらかというと、こんな少量じゃダマができることはないと思うんですけど、常温に戻すに越したことはないです。で、この混ぜる時に卵を先に溶いとくのか溶かずにそのまま入れて混ぜていくのか問題っていうのが多分あると思うんですけど、これに関しては作る人によって変わりますけど、個人的にはどっちでもいいです。マジでそこら辺はもう自己満足の世界なんで、もう好きな方を選べ。で、このレシピはね、比較的卵、水分がちょっと比較的多めなんで、バターに対して多めに入ってるんで、どんだけ気をつけて、どんだけ温度管理しても、最終的には若干分離してくるんで、ちょっと離水してきても問題ないです。なぜなら最後に薄力粉を加えてつなぎ合わせるから大丈夫、問題ない。気持ちちょっと分離しかけておりますが、卵が混ざってきたんで、次はね、アーモンドパウダーと薄力粉を入れちゃいましょう。薄力粉とアーモンドパウダーは先に合わせて振るときます。で、先ほどのバターと卵を合わせたところに一気にホイッパーでつなぎ合わせる感覚で混ぜていきます。混ぜるとき粉が飛ばないように気をつけようぜ。滑らかに混ざってきてツヤが出てきたなと思ったら OK です。 OK という感じでアーモンドクリームは完成でございます。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。グッバイ。